こんにちはレイムです。こんにちはマリサです。ゆっくりしていってね。この動画では品質管理検定試験、QC 検定試験の前工程と後工程について説明します。ここは、工程の項目です。最後まで見てね。前工程と後工程はわかりますか？はい。なんとなく。前工程と後工程の説明をする前に、工程、プロセスについて説明します。工程、プロセスは、これまで何回か出てきましたね。言葉の定義から始めますね。工程とは、製品またはサービスを作り出す源泉。JIS Z8101-2999。プロセスとは、インプットをアウトプットに変換する、相互に関連するまたは相互に作用する一連の活動。JIS99000-2006とあります。微妙。このように、工程、プロセスという用語は、日本語、工程と英語、プロセスとで、定義が少し異なりますが、同じ用語と考えて良いです。あ、同じなんだ。製品は、原材料が加工や組み立てという多くの過程を経て製品になります。これらの過程を工程、プロセス、と言います。加工や組み立てなどの生産工程だけでなく、企画、設計、検査、販売、アフターサービスなど、これらのすべてを工程、プロセス、と考えます。はい。プロセスはたくさんあることはわかりました。各工程、プロセス、には、インプット、入力、とアウトプット、出力、があります。わかりやすく説明すると、生産工程では原材料がインプットになり、加工後の製品がアウトプットになります。カタカナが並びましたのでパン工場をプロセスに例えると、インプットは小麦、水、砂糖などの材料アウトプットはパンで製品プロセスはパン工場、みたいなものです。工程、プロセス、と、インプット、入力、とアウトプット、出力、の関係がわかりました。企画、設計、検査、販売、アフターサービスなどのスタッフ業務では、ある時点で入手した情報などがインプットで、作成した資料や報告書、売上などがアウトプットになります。なので、プロセスとは工程のことでインプットをアウトプットに変え、価値を与えるものと考えます。各プロセスと、インプット、入力、とアウトプット、出力、の関係も、よくわかりました。ここから前工程と後工程の説明をします。はい。やっと本題ですね。仕事や製品は一つのプロセスで完成するものではなく、いくつものプロセスがつながり仕事や製品を完成させます。そのプロセスの前後に直接つながっている工程を、前工程と後工程と言います。後工程は、次工程とも言います。プロセスの前にあるのが、前工程。後ろにあるのが、後工程、ですね。後工程もお客様、顧客思考を自分の仕事で考えると、自分の仕事の後を引き継ぐ人が、自分にとっての顧客になります。これが、後工程もお客様という考え方で、皆が仕事をすれば、全体としてより良い工程を作り上げることができるという考え方です。直接買ってくれるお客様の他に、自社の後工程もお客様なんですね。プロセス管理。プロセス管理とは、結果のみを追うのではなく、プロセス、仕事のやり方に着目し、これを管理し、仕事の仕組みとやり方を向上させることが大切である、という考え方を言います。はい。結果だけでなく、仕事の仕組みとやり方が大事なんだ。製品やサービスの結果が悪いのは、その結果を生み出す、プロセスに問題があると考えます。悪い結果は、プロセスに問題があるんだ。そして、いい結果を出すためにプロセス、仕事のやり方の PDCA を回して、なぜそういうような結果が得られたのか、良い結果を確実に効率よく出せるようにするにはどうすればよいのか、
を考え、改善します。ここでも、PDCA、ですね。このように個別の製品の品質だけではなく、品質が良いものが常に生み出せるように、その、プロセス、を管理することが大事で、これは要因系を抑え込むことです。はい、わかりました。品質は工程で作り込め。プロセス管理、と似た意味で、品質は工程で作り込め、という言葉があります。これは、検査で不適合品を除くことが品質管理ではなく、元から不適合品が発生しにくい工程を実現することを目標にすべきだという考え方です。プロセス管理、と同じような意味の言葉ですが、品質は工程で作り込め、は、不適合品の流出防止をするだけではダメですよ、という意味合いが含まれます。品質は工程で作り込め、は検査だけでは良いものが作れないということか。プロセス管理、も、品質は工程で作り込め、も、ばらつきをなくすことが大切という教えですね。よくわかりましたね。この動画はこれで終わりです。レイムでした。マリサでした。最後までありがとうございました。引用、参考文献です。ありがとうございます。チャンネル登録お願いします。